はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は3月前半の星の解説とタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。はい、スターいいですね。ソード7の逆、太陽逆、ワンドナイト、そしてソード3逆、ソードエース、エンペラー、はい、気をつけることや対策が戦車の逆と、ワンドキング、そしてオラクルはペンタクルスの10です。いいですね。ちょっと星の補足説明もしますが、やはり前回ねちょっとゆっくり休んでくださいねみたいなメッセージだったと思うんですけど、やっぱりちゃんと休んだら自然と回復するっていうかね、そんな感じがすごく出ています。で、星で見た時に3月の2日以降ですね、火星というバイタリティとかこう戦っていく力とか勇気みたいなものがヤギ座さんにとってはこうコミュニケーションというところに入るので、もう一度ちゃんと向き合ってみようみたいなのとか、ちゃんと言っていこう、思ってることを表明しようみたいな、そういう動きとして使える方も多いんじゃないかと思います。移動しようとかね、やろう、今のうちにやっておこうということで、なんか足が動く感じがしますね。そして3月3日が月食になります。この月食っていうのは満月の強いバージョンみたいな感じで、すごくこう引っ張られるようなエネルギーなんですね。なのでこう相反するものを感じて葛藤したりとか、自分の中でもこう一言で処理できないようなものが感じたりしやすいんですけど、でも2月の17日の前回のですね、日食からこうエネルギーが今ピークに向かってるよっていうところで、3日を過ぎたら少しずつこのいろんな葛藤とかモヤモヤっていうのはこう過ぎ去っていくというかね、収まっていくと思っておいてください。そして3月の6日以降、6日も夜なのでほとんど7日だと感じられる方も多いと思うんですけど、3月の7日からこう金星という社交性とか愛情とか豊かさとか美しさとか自分のアーティスティックな感性とか喜び、それが自分の気持ちの中に入ってくるよということで、家の中に入ってくるっていうのがあるので、ちょっと気持ちも落ち着くなっていう感じがあります。そしてもう一つ3月11日以降逆行していた木星がですね、やっと順行に戻るので、人間関係の中でなんとなくこう空回りしていたとか、うまく伝わってないなって感じていたことがあったら、ようやくそれがスムーズになってくるかなって感じはあります。まだ水星はね逆行して3月21日まで逆行はしてるんですけれども、でも大きなエネルギーとしてやっぱり木星という発展繁栄を表す木星がこう引っ張っていってくれるっていうのかな、こうやっと流れがいい流れにこう向かっていくって感じがあるので、ちょっと安心だなっていう感じがします。そしてカードで見た時にやっぱり今ね、すいません、その前にやっぱり3月の20日以降本当に心が落ち着いてくるんですけど、それまでっていうのは好奇心が旺盛になったりとか、人とつながりたくなったり足を向けたり本当に一歩進んでいくとか何かをしていくっていうことがしやすい時なので、もう先ほど言ったその彗星の逆行というところでコミュニケーションに誤解のないようにとか、一応ちゃんとメールが届いてるか確認しましょうとか、交通変更になったりスケジュール変更になってもいいように整えましょうねっていう時ではあるんですけど、うまくこなしてるなって感じがすごく出ています。入り口がやはりスターなので、なんかこう自分の中でちゃんと腑に落ちて夢を持って理想を掲げてこれをやっていきたいんだみたいなのがあるのかなって感じがします。それって別に何かすごく特別なことじゃなくても、なんか日常生活をこんな風に豊かに過ごしたいなとか、こうなんていうのかな、ほのかなほのぼのした感覚、ほのぼのした嬉しい感覚っていうものが自分の生活の中にあって、こういう感じで生活していきたいんだっていうような感じがします。なんかお仕事とか何かで一発当てるぞとか、そういうすごい大きな波になんかギャンブル的なものに乗るとか、そういう感じではなくて、これまでの延長線上の中で自分なりの幸せや豊かさっていうものに気づいて、それをしっかりと固めていきたいみたいな感じがありますね。とても客観的な視点を持って対応できる時なんじゃないかなと思います。そして過去のところにもやっぱり太陽の逆っていうのが出てるので、太陽っていうのはすごくもう晴れやかな
エネルギー満たされてるって感じなんですね。でこれは悩み事とか何か解消していない問題があったとしても、それはそれっていうことで置いておいて、でも自分は今そこに翻弄されてないし、今自分は満たされてるし、生活はちゃんと滞りなくいってるしっていうような感覚です。だからこそなのか、すごくやる気が出ていて、やっぱり星の動きもそうなんですけど、なんか一歩進んでみるとか、やってみよう、人とつながってみよう、連絡取ってみようみたいな、そういうエネルギーなんですね。でそれやってみようかなって感じが出てるので、とてもいいと思います。思いつくんですよね、こういう時って。いろんなことをアイデアが湧いたりとか。なのでぜひ書き留めて、これをやってみよう、これをやってみようみたいな、それが本当に有益かどうかとかうまくいくかどうか関係なしに、自分から湧いてくる感覚っていうのを肯定して認めて書き出してみる。そしてこれはいいなって後から選別すればいいので、なんかそのうちのいくつかに携わっていくって感じがします。そしてその後にソードの3が出ているので、やっぱり人ってそういう波があるもんだと思っておいてください。いつでも 100% なんかポジティブでウキウキでワクワクで前だけ向いてますとかいうわけじゃないですよね。やっぱり人ってちょっと疲れたりとかネガティブになったりとか、消極的になったりする時もありながら、でも頑張ってみようと思う時もある、でもまた疲れたなみたいな、そういう波の中で行くっていう感じなので、少し今感じてらっしゃるような夢や希望みたいな、これいいんじゃない、これうまくいくんじゃないっていうことに対して、いやいやもうそんなことを自分で言ってるけどって言って、自分でなんかその自分の熱意を消してしまいそうな感じがあるんですね。いやそこまでするバイタリティもうないわとか、もうなんか自分は何々だしみたいに、自分で自分に何かのラベルをつけて、それを諦めようとするみたいな動きもあるんですけど、全然その後にまた時が来れば、でも頑張ってみようみたいになるっていう風に出てるんですね。これすごく月食のエネルギーそのまんまじゃないかなって思うんです。なので3月の3日の月食のあたりは、もしかしたら自分が不安定になったりとか、いろんな心配事を引き寄せて考えてしまうかもしれませんけど、そしてまるでなんか過去に自分が決めた計画を自分で否定したくなるみたいなことがあるかもしれませんが、それ過ぎて特に7日ぐらいになってくると、もうどんどん元気になってきますから、そうするとまた、やっぱりアイデアは良かったと思うとか、一時的に保留になってた返事が来ないとかですね、そういうこともなんか返事が来ていきなり動き出すとかして、もしくはこちらから聞いてみる、件どうなってますかみたいな感じで聞いてみたところ、すごくいい流れになっていく、ヤギ座さんの本来持っている力を発揮する場面がありますみたいに出てるので、めちゃくちゃいいです。これはタフな感じ、力強いし自信もあるし、かといってなんか大きく見せようともしない、ありのままの自分でやっていけるんだ、これだみたいな、そういう確信があるって感じですね。とても素晴らしいです。そして、この3月前半のオラクルで言われているのがやっぱりペンタクルの10というこの豊かなカードがあるので、ちょうど今大きな流れでいくと、その自分の居場所を整えましょうとか、土台をきちんとしましょうねっていう時なので、やっぱり家族のこととかパートナーのこととか家のこと、自分の生まれた背景みたいなね、そういうのもちゃんと整えて理解して収めていくみたいな感じがあるので、もしそういうご家族で集うとか、そういう親戚が集まる機会があったら、それによって何かが完成するとか、何かが落ち着くっていう感じもします。そして家のこととか、何かその自分の人生のベースにあるものと、今ご自身が考えてらっしゃる計画っていうのは全然悪くないんですよ。それがお互いに邪魔になるっていうことはないんです。それぞれがうまくいくっていう感じがするので、心配しすぎないでくださいね。そして対策として言われているのが、気をつけることとか対策として言われているのが、やっぱりワンドのキングというカードと戦車の逆なんですね。戦車っていうのはすごい馬力があって、どんな道でもどんな逆境でも進んでいけるっていう馬力なんですけど、そこまで無理して出さなくていいよっていうことと、やっぱりこのキングのカードと皇帝のカードも似てる部分があるんですけど、なんていうか、その自分らしく自分のペースで立っていけばいいんだっていう感じがあるんです。例えばお仕事
もちろん何か独立してねされてる方であれば、その自分の仕事に誇りを持って自分のやりたいことを形にしたいことをこれまでの経験を持ってやっていけばいいし、たとえそのどこかにお勤めしているとかその役職があるとかそういう方であれば、その職場の中での自分の責任っていうものをしっかりと果たしていけますよっていうふうに出てるので、それに誇りを持ってくださいって感じかな。なぜ自分がこんなことをやらされるんだろうとか、なんでこんな責任を背負わされるんだろうって思いたくなる時もあるかもしれませんが、やっぱりそれだけ才能があるからとかセンスがあるからとか可能性があるからその話が来ているということで、ご自身でこの事態をコントロールしていける力があるというふうに出ています。すごくたくましいです。いいですね。ちょっとこれを踏まえた上でお仕事見てますね。仕事、なんか仕事に関しての以前企画したことがうまくいきそうな流れですけどね。仕事、カップのナイト、そして太陽出てきましたね。ワンド8、なるほど。ちょっとこれまで、今ちょうど水星逆行してるってこともありますし、これまでちょっと連絡がなんか取りづらかったとか、その相手のことをいまいち信用しきれなかったとか、こちらが期待するほどやってくれてないなみたいな、そういう他者に対しての不満とか疑いがあったとしても、それが解消されていくっていうふうに出ています。で、特にお仕事として太陽とかワンドの8っていうのがバーンと出るってことは、よっぽどなんかこの3月の前半もしくは後半もありなんですけど、ご自身が仕事に対してすごい達成感を感じるとか、なんか流れ来てるなって感じるようなことがあるかもしれません。急にそういうのってなんか自分が何かをしたからうまくいったっていうことでなく、なんか急に流れがこっちに向いてきたぞみたいな感じかもしれませんね。なんかいい話が飛んでくる、そんな感じがします。なのでぜひ本当に自信を持って自分がこの事態をコントロールしていけると思ってお仕事を頑張ってみてください。楽しんでみてくださいね。ちょっと人間関係見てみますね。人間関係はペンタクルズのキング、カップにワンド8ということで勢いありますね。お仕事でも人間関係でもワンドの8が出てくるっていうのはよっぽど流れが来てますね。で確かに今3月の20日までっていうのはとにかくコミュニケーションとか人とのやり取りとか情報とか移動とか自分からアイデアが湧いたりっていうのがすごく目まぐるしく活性する時なので、本当に最初に言ったみたいにどれが有益かとかどれが正解かっていうことをあんまり気にしすぎずに今この流れに乗ってみてほしいんです。そして人間関係においてはこの時期なんか急速に仲良くなるとかなんか契約をするとか知り合うみたいなものがあるみたいですよ。カップの2ということで感情をお互いにシェアし合ってとてもフィーリングが合う、そういう関係性があるよっていうふうに言われてます。でそういう人と突然出会うかもねみたいなのもあるし、またペンタクルズのキングっていうのもあるので非常に落ち着いていて人間関係に関して達観して見ているみたいな感じであります。ドキドキワクワクも全然ありですよ。ありなんですけど、恐れたり他者に誤解されることを恐れたりなんか自分が引いたりとかではなく、もうドーンと落ち着いてそこにいるって感じがあり、とてもいいお仕事でもプライベートでもとてもいい人間関係があるので、なんだか本当たくましいって感じです。この3月前半ぜひヤギ座の皆さんは自分でこの事態をコントロールする、もしくは自分でこの事態を乗りこなしてみせるみたいな、好きなように楽しんでください。ということでちょっと最後にもう一枚オラクルカード引いてみたいと思うんですけど、もしこの内容をちょっと理解できたよとか分かったよ、参考になったよという方はぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。ではいきますね。3月前半のヤギ座さんのオラクルカードはこれかな。どうでしょう、このどしっとしたカード。これを見て皆さんもご自身の直感でメッセージ受け取ってくださいね。なんかやっぱり精神的に非常に明快だという感じがします。すっきりしている。でそして知恵は自分の中にある。いいですね。とってもたくましい。ぜひ豊かな時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。